こんにちは、あおいです。今日はキャベツのメンチカツのレシピをご紹介していきます。ほぼキャベツのメンチカツになるので、お肉よりもキャベツの量が少し多めなんですけれども、その分ふんわりと揚がってとっても美味しく仕上がります。これは給食でもおかわり争奪戦になるぐらいとっても人気なレシピなので、ぜひ皆さんも作ってみてください。それでは早速作っていきましょう。保育園管理士葵の給食室。今日はキャベツのメンチカツです。まずはじめにキャベツを切って塩もみをしていきます。で、今日はお肉 200g に対してキャベツ4分の1玉使っていきます。たっぷり使っていきます。まず芯を切り落として、で芯を取ったら保育園では1枚ずつ葉を剥がして両面虫がついてないかというのをよく確認しながら3回水を変えて洗っていきます。キャベツはみじん切りにしていきます。そしたらキャベツはボウルに入れていきます。今切れたキャベツに塩を入れて塩もみをしていきます。お塩入れていきます。そしたらこれをよく揉み込みます。で、なぜこれをやるかというと、塩もみすることでキャベツの水分が出てきますので、ここでキャベツの水分をギュッと絞ることでお肉に馴染みやすいからお子様が食べやすくなるっていうのと、あとはここで水分絞っておかないと肉種でこう一緒に混ぜている時にお水が出てきて水っぽくなってしまうので、先にここで水分を抜いておきます。で、全体に塩が馴染んだらこのまま15分以上置いておきます。先ほどのキャベツがもうだいぶ水分がこんな感じでね出てきたので、これを絞っていきます。この時によく水分をギュッと絞った方がお肉に馴染みやすいのでより美味しくなります。最後の方はかなりね水があってすくえないのでざるにあけて入れていきます。肉種を作っていきたいと思います。豚ひき肉を使います。で、豚ひき肉に塩コショウで下味をつけていきましょう。塩を入れていきます。と、それからコショウは2振り。それからここにスキムミルクを入れていきます。で、いつもスキムミルク入れるときは水で溶いてると思うんですけど、今日はこの粉のまま入れていきます。これでカルシウムを強化していきます。で、ここに卵を加えていくんですけれども、卵アレルギーのあるお子様は卵を入れられませんので、今のスキムミルクを水で溶いて柔らかさを調整していくっていう形になります。で、逆に乳アレルギーのお子様はこのスキムミルクを除去して作っています。で、保育園で卵を扱う時は小さい容器に一度割り入れて、ここで殻が入ってないかとか卵の状態が悪くなってないかっていうのを確認します。そしたら改めて別の卵を溶いていくボウルに移し替えます。そしたらここに入れていくんですけれども、保育園の場合はここでさらにザルでこしながら入れて、もし殻が入っていた場合にこのザルでキャッチしていきます。ご家庭でやるときはザルでこさずに直接入れていただいて大丈夫です。そしたらここにパン粉を入れていきます。パン粉はね、ハンバーグの動画でもお見せしたんですけど、本当にかなりたっぷり入れていきます。パン粉をたっぷり入れるとふんわりと仕上がるのと、あとは保育園ではコスト削減のためにたくさんパン粉をね入れるっていう風にしています。最初はグーパーしながら材料全部を合わせていきます。で、全部の材料が混ざったらぐるぐるかき混ぜるような形でさらに練っていきます。そしたらここに先ほどのキャベツを入れていきます。で、今日お肉 200g に対してキャベツ 250g 使ってますので、キャベツの方がね多くなります。いきますドサッとすごいよ量。改めて見てもすごいな。こんな風にねたくさんキャベツが入るのでちゃんと混ざるか心配すると思うんですけど、意外とちゃんと混ざるので大丈夫です。初めて保育園で作った時も給食室がねちょっとざわつきましたこんなにキャベツ入って大丈夫っていう感じだったんですけど、意外としっかり混ざるのと、あとキャベツがねたくさん入るとふんわりした食感になりますので、揚げ物なんですけど結構軽い感じになります。
こんな感じで混ぜてみるとね、意外とお肉としっかり合わさりますので、心配せずに混ぜていってください。そしたらお肉を成形していきましょう。今日は10個分の量になりますので、これを10等分していきます。10等分っていうのは3、4、5歳児さんの大きさになりますので、1、2歳児のお子様はだいたいこれを14等分していきます。いきなり形整えると大きさねバラバラになってしまった時に大変ですので、最初まずねざっくりと10等分にしていきます。にしろやあれこんなにできる？だいたい10等分にできたらこれで丸めていきます。でハンバーグと同じでキャッチボールのような形で空気をまず抜いていきます。ここで空気抜いておくことで揚げる時に形が崩れにくくなります。で空気抜いたらハンバーグと同じような形でこんな感じで丸めていきます。油を温めていきましょう。今日もいつも通り170度に揚げていきます。でご家庭で揚げ物やるの大変だと思いますので、油少なめの揚げ焼きでも大丈夫です。中火で油は温めていきます。油を温めている間に衣をつけていきましょう。保育園で揚げ物する時は本当にすごい時間がかかりますので、卵と小麦粉は事前に混ぜておきます。溶いた卵の中に小麦粉を入れていきます。唐揚げとかはねすぐに揚がるんですけど、この衣付けがすごくね時間かかるので、パン粉系の揚げ物は結構長時間戦いになります。このままだとかなり生地が硬いので、ここにお水を入れてもう少し緩くしていきます。でもし卵が余ってたらここに卵追加して調整していただくのでも大丈夫です。保育園の場合は給食費削減ということでお水で伸ばすことも多いです。そしたら順番に衣をつけていきます。衣付けしてる時にパン粉なくなると大変ですよね。誰かパン粉足してとか言っていつもね給食室で言ってました170度の測り方です。木製の菜箸をゆっくりと沈めて一呼吸置いてから小さい泡が上に上がってきたらこれで揚げていきます。だいたい2分経ったら裏返しにして両面を揚げていきます。揚げている途中にお肉のアクが少し出てきますので、この周りについたアクを取っていくとより綺麗に仕上がります。両面をひっくり返しながら今だいたい8分ぐらい揚げてます。でだいぶきつね色になってきたのでここで引き上げていきましょう。で揚げすぎても硬くなってしまってお子様が食べにくいので、ほんのりきつね色になってきた時点で揚げていきます。葵の給食室。給食嬉しいな、折ってても綺麗になりました。それでは皆さんご一緒にいただきます。キャベツがぎっしり入ってます。揚げてみるとねちょっと大きいかなっていう感じに見えるかもしれないんですけど、お肉の量はねそんなにいっぱい入ってなくて、キャベツの量でかなりこうかさ増ししてますので、これでも結構ね3、4、5歳児のお子さんはもうペロッと食べておかわりがねもう争奪戦になってます。揚げたてだから美味しそう。美味しい。揚げ物最高だ。この肉種の中にパン粉とキャベツをすごくたくさん入れてますので、食感がねかなりふんわりとしてますので、そんなにこう揚げ物なんですけど重くないんです。保育園ではこの肉種の塩味と、あとキャベツを塩もみした時にキャベツにも少し塩味がついてますので、ソースをかけずにこのまま提供しています。キャベツをたくさん入れていることで野菜の甘みっていうのもギュッとこの中に詰まってますので、ソースかけなくても十分美
美味しくいただけます。このキャベツの食感っていうのは揚げても少し残ってますので、野菜がちょっと苦手だなというお子さん向けにはキャベツはできるだけ細かくみじん切りするのがおすすめです。揚げる時に形が崩れないで揚がることがキャベツがたくさんあることでこの野菜の甘みっていうのもギュッと濃縮され、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画面白かったという方はぜひ高評価、チャンネル登録、それからチャンネル登録をするとベルマークボタンが出てきますので、ベルマークを押してぜひ最新動画の通知も受け取ってください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。